皆さんこんにちは。先週に引き続きまた博物館かって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、大英博物館とはまた違った魅力のあるビクトリア&アルバートミュージアムをご紹介したいと思います。すごく素敵なカフェもあるので、博物館というよりかはお茶をしに来るとかでもおすすめできる場所です。雰囲気がとっても良くて、大英博物館の次に私も大好きな博物館です。ぜひ最後まで見ていってもらえると嬉しいです。V&A 博物館はロンドンの中心部よりも少し西寄りのケンジントン地区にあります。いろんな交通手段で来ることができますが、一番近いのは地下鉄のサウスケンジントンの駅から徒歩5分ぐらいです。V&A 博物館の隣にはロンドン自然史博物館っていう大きな恐竜の模型で有名な博物館があったり、博物館前の道を東に向かうと有名な老舗デパートハロッツもあるので、一緒に組み合わせて観光するのがおすすめです。やってきました。おすすめポイント第1としては、ここは予約が不要なので当日の気分でフラッと来ることができることかなと思います。外観はもちろんなんですが、今からご紹介する通り内装が本当に素敵なので、そういう意味でも楽しんでいただけたら嬉しいです。博物館は下は地下1階、上は4階まであります。マップは1ポンドの寄付が推奨されてます。まず0階には入り口から入ってお土産屋さんやカフェや中庭があります。見どころが多いからか一番人が多いのも0階でした。大英博物館と同じく V&A 博物館もとっても広くて、全てを歩いて回るともう足が棒になってしまうと思うので、事前に興味のあるテーマを探してエリアを絞って訪れることをおすすめします。ガラスとかセラミックとか鉄とか金とか素材で分かれてるの面白いですね。では0階からゆるっと回ってみます。まずおすすめなのが、他の博物館にはなかなかないであろうファッションのエリア。20世紀になって日本の着物文化がヨーロッパにも広まって、ロンドンのリバティでもこういったドレスが売られていたようです。ドレスの歴史の変遷をたどるのも面白いです。レプリカが並ぶ彫刻エリアにやってきました。これどっかで見たことあるっていうようなものも何個かあって面白いです。大英博物館では回れなかったので、ここで日本のエリアに来てみました。着物とか浮世絵とか海外の人から見た日本とはというような展示だったり、あとは刀が置いてある侍エリアも興味深そうに見てる方がたくさんいてほっこりしました。日本人の私もへーって思うような展示もいろいろあって面白いです。お次は中世ルネッサンスエリア。ここのエリアは展示に対する説明書きも少ないので、あまり深く考えずにふらふら歩いて装飾やデザインとかのインスピレーションを受けれそうな気もします。大英博物館とはまた違った楽しみ方ができるのもいいですね。逆に言うと、これ何なんだろうっていう展示も多い気もする。ここは V&A の中で私が一番好きな空間です。わかるかな、この部屋の空気感というか色合いというかすっごく好きなんです。こちらはダビデ像のレプリカ。本物はイタリアのフィレンツェにあるらしい。で、つながってる反対側の部屋もまたこれ素敵。ちなみにこの太い2本の柱は昔ローマ皇帝が今のルーマニアを支配した記念に作った柱のレプリカで、ナポレオン3世が注文をかけて作られたものをこの博物館が買い取ったそうです。2階に上がってきて上から見てみることにしました。このくすんだピンクと緑とこのディティールかわいいね。
この2階のエリアは0階にある大きな彫刻とかのエリアを上から眺めることができて、またいろんな人の人間観察もできちゃったりして楽しいです。それにしてもこの博物館の内装は本当に素敵ですね。もちろん2階には他にもたくさんの展示があって、ここではもう紹介しきれないぐらいなんですが、実家の家の門にありそうやなとか、このビスケット缶めっちゃ可愛いなとか、ふわふわ考えながら見るのが楽しいです。3階にもちらっと来てみました。ここはガラスのエリアなんですが、隣に建築のエリアがあって、有名な建造物の模型とかが置いてあったりして、これは興味深かったです。日本の木造建築の昔の家屋の模型もありました。これは日光にある徳川家康のお墓に続く門の模型。こうやって見るとすごい豪華。ここからは0階に戻ってカフェやお土産屋さんを紹介します。カフェテリア形式でお盆を取って自分の好きな食べ物を選んで生産して席に着くというスタイルです。ここのカフェはお昼時はすっごい混むので、時間をずらして行くことをおすすめします。特にこのビクトリア朝の時代のスタイルを取り入れたお部屋が本当に素敵なので、頑張って席取りをしてここで食べるのがおすすめです。で、お天気のいい日は0階のこの中庭に出てきてゆっくり過ごすのもおすすめです。カフェもあるので、ここでスコーンやサンドイッチを買って座りながらおしゃべりするとか最高ですよね。博物館の建築自体もすごく素敵なのがよくわかります。最後はメインの入り口近くのお土産屋さん。常に置いてあるものもあれば、期間限定のエキシビジョンの限定お土産品もあるので、ぜひチェックしてみてください。 V&A オリジナルのトートバッグも何種類か柄があって、どの柄もとっても可愛いです。私は特にこれが好きかな。本もあれば、有名なデザイナーさんが手掛けたデザインの小物も売っていて、ロンドンの街中で売ってあるお土産とはまた一味違ったおしゃれなお土産を買うことができるので、とてもいいかと思います。このちょっとした階段までもがとっても素敵です。 V&A は入り口が2つあって、ここは最初の方とは違う側なんですが、外側にはカフェもあります。そして道路の向かい側にはロンドン自然史博物館があります。せっかくなので中ちょっと見ていこうかな。見てください、この大きさ。この博物館は V&A よりも大きいぐらいかな。で、まさかのめっちゃ並んでるので予約必須ですね。今回は諦めますが、 V&A に来られた際は一緒にこちらも回ってみてはいかがでしょうか。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。次はおそらく旅行 Vlog です。お楽しみに。